雑魚寝消滅フェリー旅の常識が激変。最新型サンフラワーフェリーが移動式の超快適ホテルだった件の動画を作りました。面白い動画だと思いますので最後までご覧ください。バイクの上からこんにちは。ここは大阪。今回は商船三井サンフラワーフェリーの超絶楽しい船旅の様子を皆さんにお届けします。ただいまフェリーターミナルへの道中。爆走トラック危ねえ。あれはニュートラム。この先にトレードセンター前駅があります。歩きの方はこの駅を利用すれば素早く船に乗り換え可能です。バイクで乗船するためのターミナルもあと少し。あの赤い煙突が今回の主役です。前方不注意。ターミナルに到着。右は鹿児島行きだ。危ない危ない。別府行きに向かうぞ。あれがサンフラワー。存在感が半端ない。あそこで止まるのかな。バイクの待機場所を教えてもらう。乗船までこのレーンで待機。時刻は18時。夏の夕日が美しいですね。大阪別府路線12時間かけて瀬戸内海を航海します。サンフラワー紫。姉妹船の名前は紅。1900年代に国内長距離移動を可能にした紫丸と紅丸から由来しています。正面の顔堂々としています。かつて瀬戸内海の女王と呼ばれた船が2023年に日本初の液化天然ガス仕様の長距離フェリーとして復活を果たしました。この操だ室で巨大な船を安全に走らせています。瀬戸内海を走るのすごく難しそう。スペックはこの通りです。大量のトラック。奥には引っ越しのトラックも。船の後方から車両が積み込まれます。フェリーの一番の仕事はトラックや貨物を一度に大量に運ぶことです。現在トラックドライバー不足や環境問題が深刻です。そこで陸路を海路に切り替えるモーダルシフトの切り札としてフェリーの重要性が爆上がりしています。またドライバーさんは船で寝ている間に移動できるため労働環境の改善にも貢献しているのです。私たち一般人はその上についでに乗っけてもらっているという状態です。私のようなライダーも一緒に乗っけてもらっているのでとてもありがたいです。こうしている間にも次々とトラックが船の中に吸い込まれていきます。歩きの人間たちはこの通路を通って乗船します。長いボーディングブリッジ。あそこが日常と非日常の境界ですね。さてバイクで乗船です。安全第一。徐行で向かいます。路面が濡れているのでこの継ぎ目は要注意。乗船。誘導員の指示に従います。基地みたいでめっちゃテンション上がる。ダイナミック誘導。ローギやハンドルロック停車がフェリーの常識。出港してしまうと車両後半には戻れないので
必要なものは全て持ち込みます。12時間後にまた会おう。この日のバイクは5台。繁忙期は早めの予約がおすすめです。乗せておくれ。どんな光景を見れるのかワクワクです。メインエントランスに到着。奥になんかすごいものが見える。なんじゃこりゃあ、タイタニックで見たことがあるぞこの階段。何もかもが綺麗すぎてすごいしか出てこない。改めてご覧くださいこの光景を。天井はプロジェクションマッピングになっています。もうここだけ見るとフェリーの中とは思えません。ここにいるだけで非日常と幸福感を味わえます。タイタニック階段登ります。登るだけで幸せになる階段ですよこれ。さらに登るよ。サンフラワー紫は8階建て構造。5階までは車両用で客室は6、7、8階に位置します。吹き抜け3層構造になっていて上から見ても美しい構造。この後ろにたくさんの客室があります。6階に戻って私の泊まる部屋へ向かいます。今回泊まる部屋は一番安いプライベートの相部屋タイプです。相部屋と聞いて雑魚寝でしょと思ったそこのあなた。そんな部屋はこのフェリーには存在しません。QR コードでロック解除。一番安い部屋でもセキュリティがバッチリ。ここが本日のお宿です。左右上下で隠せるタイプの部屋が4つある構造。デビューしたてということもありめちゃくちゃ綺麗です。枕台部。長さ225センチ、幅83センチ、高さ85センチの空間。電気や電源などの欠かせないものも揃ってる。カーテンを閉めればプライベートはしっかり守られます。正座をしながらぐるぐる回れる広さは余裕であります。ハンガーも地味に嬉しい。タオル、テレビ用のイヤホン、歯ブラシ。最低限のアメニティですが、一番安い部屋でもこれだけつけてくれるのは素晴らしすぎます。ベッドメイキングは自分でやらなければいけません。荒ぶるベッドメイキング。カメラ片手なので大苦戦中。枕は固め仕様。セッティング完了。この秘密基地感がたまらなく良い。見た目以上にかなり快適です。コンセントと USB 電源は現代人に欠かせない設備です。テレビも見れます。これで基準運賃は14,000円です。安すぎる。出港のドラが鳴り、間もなく離岸します。ドラが鳴りましたが、トラックはまだまだ積み込み中。さっきから耳に残る曲が流れていますね。テーマソング「サンフラワーの歌」。一度聴いたら忘れられない、思わず口ずさんでしまう洗脳ソングです。これで皆さんの脳に刻まれましたね。向こうに
巨大な船が現れました。街の中を動く巨大船、すごい光景です。あの船はフェニックスコーラルという貨物船のようです。今操作しているのは AIS ライブ船舶マップといって、全世界を航行する大型船舶の位置をリアルタイムで表示できます。トラックもバイクもすっかりいなくなりました。いよいよ出港ですね。乗船用タラップが外されていきます。自動で格納される超かっこいいタラップ。もうこれで徒歩での乗船は不可能になりました。私がバイクで通った通路も格納されていきます。後ろへ移動中。ここの方が眺めが良い。ワイヤーで引っ張られて畳まれていきます。超強力ワイヤーだな。あんなに重そうなものを引っ張るなんてすごいですわ。ちなみにこの通路のことをランプウェイと言います。ランプは傾斜、ウェイは通路を意味します。そのまんまの意味ですけどね。フェリーを固定していたロープが外されていきます。気がつくと海がものすごく泡立っています。ゆっくりですがフェリーがだんだんと陸から離れています。この船はサイドスラスターという横向きのプロペラを搭載しています。そのプロペラのおかげでタグボートを使わずに自力で離岸が可能なのです。職員さんたちの見送り、誘導員さんたちも熱い見送りをしてくれます。バイバイフェリーターミナル。別府に向けてボンボヤージュ12時間の旅が始まりました。この見送りをされると、今非日常の体験をしているんだなと感じます。エモい光景ですね。美しい光景をしばらくご覧ください。気づいたらもうこんなに陸から離れていました。向こう側に何か見えてきました。あれはなんだ。湾を出ると全貌が明らかになってきました。そう、あれは大阪・関西万博の大屋根リングです。撮影日は2025年の夏。当時は毎日大盛況でした。ここからでもリングの上にいる人たちをはっきりと確認できます。皆さんは万博行きました？私は9月に行きましたが、暑さと混雑で参ってしまいました。船の上から見ると混雑とも無縁ですね。眺めてみるくらいがちょうどいいかも。その時に万博側から撮影したサンフラワー。煙が出ているので鹿児島行きのサンフラワー霧島です。スーパーエモーショナルタイム。紫の速度は 22.5 ノット、時速約41キロ。原付でちょっとスピード出すくらいの速度です。さてさて、汗を流しに大浴場へ行くぞ。大きな窓付きのオーシャンビュー大浴場。いいお湯でした。いつでも誰でも入れるお風呂ですが、タオルはないので持参しましょう。この階段を降りるだけで気分が高揚するね。次に向かうのは今回の船旅で一番楽しみにしていたものです。それは船内ディナービュッフェです。新造船紫紅のメインコンテンツの一つ、瀬戸内航路にちなんだ
食材や郷土料理をふんだんにビュッフェ形式で提供してくれます。新鮮なお刺身に選べる醤油まであるというこだわりの強さ。一通り下見をしましたが、選びきれないほどのボリュームです。ホテルのディナービュッフェと同等のクオリティですよね。こんな幸せをフェリーの中で味わえるなんて本当にいいのでしょうか。ビュッフェの料金は大人は2500円、子供は1000円です。おでんまである。みんな大好き茶色い揚げ物コーナー。サラダにケーキまでも完璧ですね。極めつけはチョコレートファウンテンまであるぞ。すごいぞ。さてさて、美味しい料理をとっていきましょうか。料理を一つ一つ紹介したいところですが、動画を撮りながらなのと半年前のことなのですっかり忘れてしまいました。ごめんなさい。ぜひご自身で乗船して経験をしていただきたいです。オートマチック生ビールディスペンサー。自動的に最高の生ビールを提供してくれる神のような機械です。泡調整まで完璧ですよ。この通り。出来上がりだぜ。見てください。このハイクオリティな盛り付けを。まずはお刺身からいきましょう。確かブリだったと思う。いただきます。うまい。うますぎる。お、うどんもあるぞ。本当に何でもあるな。これはカレーだ。船といえばカレーですね。おだし。いいこと思いついたぞ。ひらめきの正体は後ほど。まずは温かいだしうどんと冷たいだしうどんの食べ比べ。うまい。いくらでも食べれます。まだまだ続くよ。どんだけ食べるね。そしてこれがひらめきの産物です。うどんとカレーとお出汁を合わせてカレーうどんにしました。カレー実食。超絶うまい。やっぱり船のカレーは最高だな。特製カレーうどん実食。ああ、たまらないぜ。お腹いっぱいでも食べられてしまう。こんなことをして罪に問われないのでしょうか。ごちそうさまでした。外の光景に変化が。これから明石海峡大橋の下をくぐるところでした。明石海峡大橋は神戸市と淡路島を結ぶ全長3911メートルの日本を代表する巨大な吊り橋です。サンフラワーの公式サイトには何時に通過するのか掲載しているのでご確認を。タイタニック海岸の上ではプロジェクションマッピングが投影されていました。サンフラワーの紹介 PV のようですね。機械室や操舵室の中を公開してくれています。この人たちがきちんと仕事をしてくれているおかげで、私たちは安心して寝ながら別府へ向かうことができるのです。感謝しかありません。パブリックスペースにはくつろげる椅子や机がたくさんあります。ハイテクな机ですが、
飲食は禁止のようです。ここは売店、お菓子やおつまみ、飲み物、記念グッズ、お土産まで何でも売っています。もちろんお酒もあるよう。外に出てみました。この日はなんと満月でした。こんなにはっきりと月明かりに照らされているのを見るのは初めてです。別の船が並走しています。夜でもあらゆるところで船が走っているのですね。こんな時は AIS でチェック。託陽丸、八重丸、ほとんどが漁船のようです。大漁を祈っています。夜10時になったので消灯時間になっていました。レストランも売店も営業終了。静寂のパブリックスペースです。この右側の通路の先にはトラックドライバーさんたちの宿泊スペースがあります。さすがにこの静かさで酒盛りをする気にはなれませんね。プロジェクションマッピングもお休みモード。誰もいないのでこうしてキッズスペースでくつろぐこともできます。そろそろ寝るので歯磨きしますか。とても綺麗な鏡と洗面台。その洗面台にはなんとドライヤーが設置されています。個室トイレのドアは船の振動で閉まらないようになっています。トイレじゃないものを発見しました。シーシック流し。船酔いした時に頼れる存在です。水の流れがリアルですね。早すぎず遅すぎず。ちなみにこのフェリーはほとんど揺れていません。瀬戸内海は周囲を山に囲まれた内海であるため波が穏やかです。特にサンフラワーのような大型フェリーなら揺れを感じることはほとんどなく、船酔いが心配な方も安心です。外を見ると今度は瀬戸大橋が現れました。上には車、下には電車が通る構造の橋。本州と四国を結ぶ非常に重要な橋です。いい光景を見れた。ちょっと夜更かししててよかった。そろそろお休みの時間です。食べ過ぎてお腹が爆発しそう。見てください。完全に家の状態です。世の中いろいろな乗り物がありますが、こんなに快適に移動できるものは大型の船だけではないでしょうか。皆さんも一度乗船してみて。それではおやすみなさい。また遅れたバスのお客様、車両後半の安全確認が無事次第のご案内でございます。ご案内のございますまで今しばらくお待ちくださいませ。おはようございます。洗脳ソングでお目覚めです。フェリーはすでに別府に到着したようです。ぐっすり寝すぎましたね。身支度完了。車両後半に向かいます。間違えた。もう一つ下だ。通路を譲ってくれる
完璧なホスピタリティ。トラックや車はほとんど出て行ってしまったようですね。もたもたしながら準備もたもたしながら乗車、もたもたしながら電源オン、もたもたしながら後ろに下がります。エンジンスタート。それでは行きましょう。バイクでフェリーに乗ると乗船も手船もワクワクできて一石二鳥。手船の時も転倒には要注意です。ありがとう紫、また乗るね。別府に到着。さて、今回の動画はいかがでしたでしょうか。動画の内容が面白かったら高評価とチャンネル登録、そして他の人へのおすすめをお願いします。次の動画でお会いしましょう。またね。